も皆さんこんにちは、レッドです。今回のバイクの加工内容はこちら、シートでございます。本当であればここに純正のフレームがあって泥よけのねカバーがついていたんですけど、前のオーナーさんがこのフレーム部分をぶった切って汎用シートを取り付けてました。でこの汎用シートを取り付けてるのはいいんですけど、取り付け方がかなり雑であまりよろしくはありません。てかこのままだとサスペンションにこのシートが当たってるので、このままじゃダメだな。そこで今回はこちら、別の汎用シートを取り付けていきます。でこのシートを購入したら専用の台座がついてくるので、この専用台座を下に取り付けれるように今回は加工をしていきます。そしてこの切ったフレームも気になるので、その加工処理も一緒にやっていきます。それでは汎用シートのインストール作業レッツスタート。アプリリアクラシック、今の状態だと座ることができないので、シートを取り付けてさらにフレームの補強までやっていきます。取っ払っちゃおう。そして新しい汎用シートはこんな感じかな。でこれだとね前と変わらないので、こんな感じに専用の台座を取り付けるんですけど、ここが邪魔だな。いい感じですね。で今度はこのままだとここがプランプランの状態なので、このカットしているフレームをまずアーチ状につなげて、でそのパイプの一部を加工してここでね固定できるようにしていきます。いい感じに回ったんじゃないでしょうか。ここら辺に来るように調整をします。次にこの台座を取り付けるためにステーを取り付けていくんですけど、一番最初にカットしたこのステーが余っているので、こんな感じにステーをね溶接しようかなと思います。でここにシートが来るわけですよ。でこんな感じでスプリングが入るんですけど、聞いた話によるとこのスプリングがあるとめちゃくちゃ危ないので、私は今回このスプリングは使いません。で横から見るとこのシートの位置がかなり高い位置にあるので、これを修正したいな。ちょっと考えます。いろいろ考えた結果、後ろ側をこんな風に動かすように設定していきます。ちなみにこれはもともとフロント側についていた金具になります。ここに直付けしちゃおう。クリアランスもかなり良さそうです。これぐらい低くした方がいいな。そして今のままだとこのフロントがパカパカなってしまうので、ホームセンターで購入してきたこの金具をここに取り付けていきます。
いいじゃない、いいじゃんいいじゃん。でこのシートの下側が気になるので、このエリアをね溶接でつなげちゃいます。鉄をこんな感じで溶接していきます。溶接作業はスキップ。骨が完成しました。こんな感じですね。ではシートと組み合わせてみましょう。最後にナットで固定をすればシートがしっかり取り付けできます。これでクリアランスと強度はバッチリですね。はい、ということでシートの取り付け作業いかがだったでしょうか。多分純正のアプリリアよりシートポジションが低いので、足の短い私でもちゃんと両足が地面につきます。そして次の予定なんですけど、フレームをカットしているのでこの泥よけがありません。なので次の動画はこの泥よけ対策を行っていきます。早く乗りたいな。それではあなたのメンテナンスが楽しくなるようにレッツバイクエンジョイ。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログをやっていて動画を配信する先に最新情報が載っていることがあるので、気になる人がいましたらぜひチェックもよろしくお願いいたします。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。